皆様こんにちは、無双ゲームズです。本日の動画はレイドリバイバルのね、回りやすさでしたり、おすすめ、そしてね、おすすめキャラと注意点をお話ししていきたいと思います。各ボスのね、属性と弱点は画面に出ている通りですね。チョコプリンは土属性のボスですから、風属性が有利で射撃と魔法がね、弱点ですと。ホワイトマシュマロは光属性のボスなので、闇属性のね、斬撃打撃でいくと攻略しやすいよと。イフリートは火属性でね、弱点が魔法なので、こちらは水属性のキャラクター、魔法のね、水属性のキャラクターでいくと攻略しやすいよ。キングベヒモスに関しては闇属性ですから有利を取れる光属性の一つでいくとね、攻略しやすいよということなんですが、光属性の一つってね、ものすごい少ないんですよ。カミッドとかロブですから、キングベヒモスはね、光属性の魔法攻撃でいくのがいいんじゃないかなと思います。それではね、各ボスの画面の方へ行きましょう。はい、こちらが超高難度のね、各ボスの画面なんですが、報酬を見ていきましょう。キングベヒーモスで手に入る報酬はというと、黒砂、白砂、ミスリル鋼、そして氷の大結晶ですね。氷の大結晶が手に入るのはキングベヒーモスだけです。もしくはレイドメダルで交換になるんですが、レートが高いので、サンタ服を狙っている方はキングベヒーモスを回るのがいいんじゃないかなと思います。続いてイフリートを見ていきましょう。イフリートで手に入るのは、樹液塊とかね、霊木の樹液塊とか謎めいた樹液塊とか、あとはオーガの剛毛、そして、無の大結晶ですね。無の大結晶が欲しい方はイフリートが一番回りやすいんじゃないかなと思います。はい、続いてホワイトマシュマロ。ホワイトマシュマロは、キングベヒーモスでも手に入る黒砂、白砂、そしてイフリートでも手に入る無の大結晶、あとくちばしなんですが、くちばしは実はチョコプリンでも手に入ります。ということで、ホワイトマシュマロの素材っていうのは他の3つでね、取ることができます。ですからね、ホワイトマシュマロはあまりおすすめしておりません。理由はね、一番厄介です。睡眠を振りまいてきてくるので、睡眠耐性の装備をね、していけば、戦えるんですが、こちらはね、手動で戦わないとちょっと厳しいというところと、時間を盗むか、もしくは全員が睡眠耐性の装備をしてるかというパーティーじゃないとね、ちょっと苦戦すると思います。ですので、このホワイトマシュマロに関しては、この素材ね、全部他の3つのボスで賄えますので、回らなくても、現像石だけ回収してね、あとは回らなくていいんじゃないかなというふうに考えます。最後チョコプリンですね。今先にお話ししちゃいましたが、チョコプリンではくちばしも手に入ります。無の大結晶も手に入ります。ただチョコプリンでしか手に入らないものがあります。歓喜と由楽というね、この人の顔のようなもの、これはチョコプリンでしかね、手に入りません。特に歓喜の方ね、由楽は他でも手に入るんですが、歓喜の方はここで手に入れないと手に入らないと、今回はね、いうことになります。レイドメダルではもちろん交換できますけど、レートが高いのでね、歓喜が欲しい場合はここということになります。チョコプリンに関してはティファでいけます。ただし手動になります。ティファで振るおうとしちゃうとオーバードライブが最初はあまり火力が出ないんでね、使ってくれないんですよ。ところがオーバードライブでチェインをつないでダメージを稼いでいかないとね、高ダメージが出ないので、手動でね、まずは活性光を使って、もしくはね、ティファのトラマスを使って初ターンね、2ターン目にザコを倒す人ともうボスまで行く人と分かれて、3ターン目はね、もう全員でレイドボスのね、チョコプリンに対してチェインをつないでいく。5チェインまではオーバードライブ。5チェイン超えたら120になってる方は120のアビリティの2連撃。こちらの方がダメージが出ますので、5チェインを超えてる場合はその2連撃でもいいんですが、初手2手目の方はね、オーバードライブで次の方が火力出るようにしていってあげるのがいいと思います。もちろん120になってない方は5チェイン超えてもオーバードライブで大丈夫です。このチョコプリンに関してルシア混ぜても全然 OK です。ルシアが本当の土適性なんでね、ルシアは4連射撃、それから強烈な2連撃とね、両方ティファと同じように4連撃と強烈な2連撃持ってますので、ルシアとティファはごちゃ混ぜでいっても全然勝てます。ただ手動の方が安定しますので手動をお勧めします。イフリートに関しては水属性の魔法、できれば無影響がいいのでイルディラが一番いいですね。イルディラだったらフルオートでいけます。2番目におすすめなのがエアリスです。エアリスの場合はサブジョブをルーンナイトにするのがおすすめです。理由はですね、最後残り行動回数が3回以下になってきた
た時、3回になったらねオートを解いてください。イルディラはオートで大丈夫です。詠唱魔法を使うキャラクターは残り行動回数3回で詠唱しちゃうんですよ。詠唱しちゃって次のキャラも詠唱しちゃって次のキャラも詠唱しちゃって終わっちゃうんですよね。これ理由は詠唱した時点で行動回数が1個減ります。詠唱が発動した時に行動回数が減るならいいんですけど、詠唱を開始した時に行動回数が減ってしまうので、3体詠唱詠唱詠唱ゲームオーバーになっちゃうんですよ。1ミリもダメージ入る前に終わってしまうんですね。ですので残り行動回数3回になったらもう無詠唱の魔法でその場でダメージ当てていきましょう。そのためにエアリスはサブジョブルーンナイトにするとドレインボーグというね無詠唱の魔法が使えます。ですのでそれがおすすめかなと思います。3番手としてはねムーアがいます。ムーアも言霊使いにしていれば無詠唱の魔法もありますし、強烈な魔法をね120アビリティとか無詠唱の魔法あるんですよ。あるんですが、ムーアの場合は AP が枯渇します。ですので活性光が必須になっちゃいます。ムーアは活性光が必須、しかも初手に攻撃が届いてしまうため初手手動で活性光を使うことが必須になります。ですからムーアのフルオートは難しいです。ほぼできないですね。ムーアは初手に活性光を使ってその後オートにしてください。イルディラがフルオート OK、エアリスは回復アビオフにしてください。途中で回復とかしちゃうとダメージ稼ぎきれなくなりますので、エアリスは回復のアビリティマルチはオフにしてください。今からその設定ねやり方わからないよという方もいらっしゃるみたいなのでやっていきましょう。はい、こちらがマルチというね、編成画面になります。レイドはマルチでいきますのでね、このエアリス編成画面の時にエアリスを長押しします。そうするとメインジョブが白魔導士、今サブが時魔導士になってますよね。この時魔導士をまずはルーンナイトにします。そして白魔導士の回復を切りたいんですが、まずねリミットバーストも邪魔なんですね。ですからリミットバーストというのは下のマスターアビリティの一つ上、癒しの風ですね。こちらを長押しします。そして詳細設定でマルチをオフにします。これならねギルドバトルやクエストで使っている方、ギルドバトルやクエストでは使ってくれます。マルチだけオフになってます。ということでね、ここ長押ししてこのオフしちゃうとこれね全クエストでオフになっちゃいます。ですからここはオンのままね詳細設定でマルチをオフにして決定を押すというのがねおすすめになります。そして次、召喚獣も使っちゃうとね一旦無駄になっちゃってあんまり良くないのでね、召喚獣はここでねオフにしちゃいます。トラストマスターなんかもね、オフにできます。例えばこれ活性光なんでオフにしないですけど、トラストマスター長押ししてオートバトルでの使用をオフにすればねオフになります。ただこれ他のトラストマスターに付け替えてもオフになってますので注意が必要ですね。編成するたびに一応確認をしてください。それから白魔導士長押しします。そうするとこのような画面が出てきますので、例えば聖なる祈り、これをねマルチではオフにしていきましょう。シェントレイは攻撃なので OK です。プロテクトサーバント、これも使っちゃうと困っちゃうのでマルチはオフにしましょう。自分なんかクエストもオフにしてます。邪魔なのでね。ボディーガードお願い、こちらもねマルチオフにしちゃいましょう。ビジョン、これもマルチはオフにしちゃいます。これでね、オンなの何って言ったらマルチの場合エシェントレイだけオンになってます。それでいいです。ルーンナイトの方、ドレインボーグ、これはねオンですね。これはオンです。でハザードスペル、これはもう根本からオフで大丈夫です。水のルーンもオフでいいです。ウォタガケンに関しては、ウォタガケンは最悪オンでもいいんですが、一応ね魔法攻撃が弱点なんですよね、イフリートで。斬撃は弱点じゃないんですが、ウォタガケンは魔力依存の斬撃なんで、魔法自体にチェインはないので魔法攻撃っていうのはチェインが存在しないんでね、水属性のエレメントチェーンつないでるだけなんで、ウォタガケンを使ったからといってエレメントチェーンは切れないんでね、ウォタガケン使ってもいいです。ですからここはねお好みですね。ドレインボーグだけオンにして、あとウォタガケンオフでもいいですし、ウォタガケンオンでもいいです。これはどちらでもいいと思います。でこれ非属性キラーもついてますんで、これお好みですね。自分はオンでもいいかなと思ってます。実は自分はイルディラでもねウォタガケン使ったりもしますので、こちらはこのようにね
設定していただくとフルオートでエアリスいけます。で、ウォーターガーケンがあるし、ドレインボーグがあるから、不安だったらね残り3ターンで、コードを解いて、で、どちらかね無栄翔の方を使っていくということで勝率がねかなり上がると思います。1回で倒さないと普段のレイドと違ってね2戦目引き継ぎでね2戦目戦えるわけではなくて、ホストの方がスタミナを18損してしまうのでね、そういうことを避けるために、自分ができることはやっていきましょう。残り行動回数3になったら一応オフしてね、オートオフして、ちゃんと無栄翔を使っていってあげると。イルディラはもう無栄翔しかないので、イルディラの場合はフルオートで大丈夫というのが、これイフリートの攻略の話ですね。続いてキングベギーモスのお話で、光の魔法と言いましたが、ユーナが一番多いんじゃないかなと思います。ユーナで説明していきます。はい、ユーナフルオートで大丈夫なんですよ。全部光の魔法なのでフルオートで大丈夫なんですが、残り行動回数が3回を切ったら、このソニックウィングというのが無栄翔の魔法なんでね、無栄翔、栄翔時間がないですよね。これを残り行動回数3回切ったらソニックウィングを使ってあげるというのがいいと思います。そもそもねソニックウィングって CT 奪ったりしてねずっとチェーンにつなげることができたりするんで、手動でやる場合ソニックウィングをね、対応した方が良かったりもしますが、キングベヒーモスに関してはオートで勝てますので、おそらく残り行動回数3ぐらいの時には倒してると思うので、手動にする機会は少ないと思うんですけど、一応気にしてねホストの方の負担を減らしてあげてください。さくらの場合、さくらも言霊使いで無栄翔ありますのでね、それからさくらで気をつけなきゃいけないのは、さくらの魔法の中には雷属性の攻撃ありますのでね、雷属性の攻撃はオフにしてあげるのがいいと思います。例えば雷光とかね光属性耐性下げるには下げるんですけど、雷光自体は雷属性攻撃ですのでね、雷光もオフでもいいと思います。チェーンがつながってない時にね手動で使ってあげるのはすごく有効なんですけど、チェーンがつながってる途中で入れちゃうとね、光の魔法のチェーンが切れちゃうので、そういったところは判断でね、自分の番途中で回ってくるなと思うことが多ければオフにしていくのがいいんじゃないかなと思います。あとは算術師のねハイトさんホーリーも光魔法ですし、サブジョブとかメインジョブ、白魔導士のホーリーも光魔法なんでね、ベヒーモス行くことはできるんですが、ホーリー3回しか使えませんよね。自分の行動回数がいっぱい回ってきますので、最初の初手は雑魚処理をホーリー以外でやって、そこからホーリーだけをオンにしたオートにしてあげるといいのかなと思います。で最後の1回は行動回数3以内になってくるんで、また手動にして、チェーンを切らないようにするべきか、それとも攻撃した方がいいのか、残りのボスのヒットポイント、次の方の行動順、次の方が光でチェーンがつながるんならもうホーリーないなら攻撃しない方がいいかなとかね、そういったところを判断して、やっていくのがいいのかなと思います。そういう、ね、考えるのが面倒という場合は、ユーナやさくらで行くのがいいのかなと思います。はい、足早にお話ししてきたんですが、ホワイトマシュマロの報酬に関してはチョコプリン、イフリート、キングベヒーモスで手に入るものが多いのでね、極力避けていいんじゃないかなと思います。慣れてる方でね、時間盗むキャラクター2人とか、もしくはクラウド読んで睡眠耐性みんな持ってるよと、ホワイトマシュマロというねアクセサリーがあるんですが、それを全員装備した状態、とかだとねクラウド読んでも勝てますし、闇の斬撃読んでもね、いけます。ビネラ4とかだと回避でそもそも睡眠食らいませんとかね、いろいろあるんですけれども、一番この中で難易度高いのはホワイトマシュマロだと思いますので、避けていいんじゃないかなと思います。一番楽なのはねイフリートだと思います。次がキングベヒーモスに光魔法でいくこと、ティファお持ちの方でね、例えば魔法あんまり持ってないんだよなっていう方はね、ルシアやティファでチョコプリンに行くのがいいのかなと思いますが、こちらは手動になっちゃうと思います。ホワイトマシュマロも手動なんですが、少しね時間盗む必要があるのか、もしくはホワイトマシュマロ全員装備してもらうのか、というようなね、あとビジョン調整もね結構ホワイトマシュマロはきっちりやっていかないと厳しくなってきます。そういった意味でね、敷居がホワイトマシュマロが少し、首一つ難しくなってるかなと、一つ抜けてる気がするんでね、難易度的に避けちゃっていいと思います。本日の動画は以上です。今日もね、日中そして深夜にね1回ずつマルチレイドやっていきますので、ご興味ある方はぜひ遊びに来てください。本日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。